こんにちは。TTS の川本です。今回からテーマを変えて、量子コンピューターを使っていきます。また3ヶ月ほどのシリーズで撮っていこうと思います。よろしくお願いします。唐突に量子コンピューターという話題を出しましたが、まず、なぜこのテーマを選んだのか簡単にお話ししようと思います。2年ほど前から量子コンピューターに目をつけて調査をしていました。当時のモチベーションは、これはズバリ正直ベースで申し上げますが、ディープラーニングの次の素材を探していたということです。ディープラーニングは確かに魅力的な技術なんですが、他者に対して差別化したプロジェクトを遂行する。つまり、尖ったことをやるというところが難しくなってきたと感じていました。少し詳しくお話しします。AI 関連の技術、特にディープラーニングについては、Google や Microsoft のような IT 大手の影響力が非常に強いです。IT 大手がすでに完成させた状態で売っているサービスをそのまま使うだけで、それなりに AI っぽいものが作れてしまいます。楽に作れていいんですが、通常そうして楽をすると他者との差別化が難しくなります。ところがディープラーニングに関しては、IT 大手の影響力が強すぎるがために、独自色を追求するよりも、Google のツールを使っていますと言ってありきたりなことをする方が受けてしまったりします。というところで、ディープラーニングについては、私の中では研究素材としての魅力がなくなりつつあります。研究者として尖っていくためには、もっと別のことをやるべきだと思っています。尖ったことをするには、いくつかの条件が必要です。大前提として人がやっていないことをやるわけですが、あまりにもニッチすぎて全く賛同を得られないようではビジネスとして成立しません。また、プラットフォームが出来上がっていない荒れ地を進むので、障壁が少なくて自由に開拓できるんですが、あまりにも環境が整っていないと大変です。ちょうどいい具合のニッチさと難しさが残っているということが尖ってかつ仕事として具現化していくための条件になると考えています。量子コンピューターにその度合いがあるのかを見極めるというのが私自身のモチベーションであり、この動画シリーズの主題です。では、やっと量子コンピューターの話に入ります。量子コンピューターというのはその名の通りで、量子の性質を利用した計算機のことです。ここで、量子コンピューターの仕組みを理解しようとすると、どうしても今私たちが使っている従来型のパソコンとの比較でということになります。このため、まず簡単に現存のコンピューターの仕組みを解説します。コンピューターが01で動いているというのは、なんとなくご存知かと思います。皆さんがスマホやパソコンでしていること、例えばテキストを使ったチャットなどもすべて01で表現されています。ASCII コード表を見るとわかりやすいです。ASCII コードは最も単純な文字コードで8ビット、つまり256個の数値と英字アルファベットや数字などを含む128個の文字を紐付けています。例としてキーボードでハローと打った場合のコンピューターの挙動をASCII コードと照らし合わせながら考えてみましょう。大文字の H は72、小文字の E は101、小文字の L は108というように文字ごとに数値に置き換えます。これを二進数に変換した01001000、01100101、01101100という形で CPU やメモリー上では表現されます。この01の並びを光ファイバーなどを通して伝送するというのがメッセンジャーアプリの仕組みです。今使ったビットという言葉がとても重要なので補足します。最近のパソコンが32ビットから64ビットになったとか、とても古い話だとファミコンがスーパーファミコンになった時に16ビットから32ビットになったというように、なんとなくビットの数が多い方がコンピューターの性能が高いという認識をお持ちではないかと思います。少し詳しく説明すると、ビットというのは先ほど説明した01が何個並んでいるか
何個まとめて処理するかを表す数値です。一番単純な1ビットでは、01が1桁だけですので、0か1かで2通りの状態を表現できます。2ビットになると、1桁目が0か1か、2桁目が0か1かの組み合わせで、00、01、10、11の4通りを表現できます。先ほどご紹介した ASCII コードは8ビットですので、8桁の01を使って2の8乗、つまり256通りの状態を表現することができます。一足飛びで CPU、メモリーという言葉を使ってしまったんですが、私たちが今使っているパソコンやスマホでは、半導体を使った電気的な状態で01を表現しています。初期のパソコンでは、ここに真空管や紙テープが使われていました。ハローという5文字を ASCII コードで表現すると40ビット必要になるんですが、40個真空管を並べたり、紙テープに40個の穴を開けるととても大変です。実際、初期の真空管を使ったパソコンはテニスコートほどの大きさがあったそうです。また、ある紙テープは1バイト4ミリだったらしいので、ハローを表現するのに20ミリ必要だったことになります。これが今回の動画の原稿になると、約 8KB だったので、2メートルの紙テープが必要だったことになります。それが今は、手のひらサイズのスマホの中に当たり前のように入りますよね。01の表現を小スペース化、高速化してきたのがコンピューターの進化と言えます。量子コンピューターはこの01を量子の性質を使って表現します。注意したいのは、量子コンピューターはこれまでの半導体コンピューターの延長でバイナリデータの処理容量や処理速度を向上するというものではありません。従来のコンピューターとは全く異なる動き方になります。触りだけお話ししますが、従来のコンピューターでは0と1が明確に分かれた2つの異なる状態として表現されているのに対して、量子コンピューターでは0と1がつながっています。完全に0でも1でもない中間的で曖昧な状態になっています。これが量子コンピューターの言うならば量子力学の難しいところです。この曖昧さを浮き彫りにした有名な思考実験がシュレディンガーの猫です。密閉された箱の中に量子につながった起爆装置があって、そこに猫が閉じ込められていると考えてください。量子力学の考え方、量子力学で観測される事象に従うと、この箱の中にいる猫は 50% の確率で生きていて、50% の確率で死んでいます。しかし、箱を開けて、人が観測した猫は生きているか死んでいるかのどちらかしかありえません。このため、実際には実現できないんですが、100回箱を開けて、100回猫を観測したとしたら、50回猫は生きていて、50回猫は死んでいるということになります。これがいわゆる重ね合わせの原理です。箱を開けて猫を観測することによって、猫の生死が決まるというのが変な感じがします。また半分死んでいるというのも多くの方の死生観とは異なるかと思います。ただ、お前はすでに死んでいるみたいなセリフが昔のアニメにあるように、生きるか死ぬかのギリギリの状態みたいな状況が残念ながら私たちの日常では珍しくありません。シュレディンガーの猫に矛盾があるというのは、言ってみれば学者間の内輪もめみたいな話です。頭を柔らかくして開き直ってみると、意外に簡単に受け入れられるのかもしれないです。事実私たちは地球という箱の中で生物を壊滅させてあまりある規模の核兵器と並んで生活しています。今日目覚めた瞬間にはたまたま生きていても、明日目覚めた瞬間には死んでいるかもしれないです。難しい話をした後で恐縮ですが、量子力学を分かっていないと量子コンピューターを使えないということではないはずです。実際に進数の計算を知らなくてもスマホやパソコンを使えますし、なんなら Python も書けますよね。
その辺は慣れなんだと思います。このシリーズでは、量子コンピューターを用いた簡単な計算をいくつか実践していきます。実践を通して、量子コンピューターという全く新しいデバイスを使っていくにあたって、どんなことに慣れていく必要があるのか、量子コンピューターはどんな人に向いているのかを考察していきます。その上で繰り返しになりますが、量子コンピューターで尖っていけるのかというところを見極めていこうと思います。この動画では、量子コンピューターの基礎の導入として、バイナリデータの構造とシュレディンガーの猫についてお話ししました。次回は DAV 社のリープを使って実際に量子コンピューティングをやってみようと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。